わとちゃんとループになります。こういうとちゃんとループになります。こういうはい。でも持ちすぎるとオーバーするんで、一瞬でかける。一瞬もっと一瞬でかける。この感じですね。それだ。はい。全然違うわ。めっちゃかかってます。で、今のところでこう落ちないで安定してかける初心者向けのループドライブ今のところできました。ここまでできたらね、ちゃんとドライブもかかってたしできてますよねみたいな話で。でもそんなループだけじゃ嫌だよっていう方はそうですね。いっぱいいるんで、じゃあちょっと早くしていきましょう。はい。まずじゃあなんかだんだんステップアップしていくような感じで。それが一番わかりやすいですね。じゃあまず初期設定なんですけど、足の広さ。大事。肩幅よりも広い方が僕はいいんじゃないかなと思ってて、これ人によって違うというか、足強くていっぱい動いてる人ってめっちゃ広いんですよ。わかるよ。でも初心者で広すぎると動けなくなるんですよ。あんまこうそうだから動ける範囲で一番広いのがいいのかなって。いいですね、その感覚で、なんで最初は肩幅よりも広いところからスタートして、まだ広げれるな、ここまで広げたらもうなんか逆に力入りすぎてダメだなみたいな、踏ん張っちゃうなみたいな、それちょっと探してみてください。なんで今回は肩幅強ぐらい。なるほど。自分が動ける範囲内ででいけるってことなんですね。はい、思っておきましょう。で次に立ち位置。はい。初心者のうちは近い方がいい。台に近い方がいい。べったりはダメですよ。なんですけど下回転ってこうちょっと止まるボールもあれば進んでくるボールもあるじゃないですか。最初に後ろにいすぎるともう短いボールに対してこんなんなっちゃうんですよ。確かにドライブの距離感って最初わかんないですよね。いや、そうわかんない。下がればいいの？前にいればいいのみたいな。上手い人は強い人はスイングも強いし、こう下がって時間作って前に出ながら打つとか、こう足入れてから打つってできるんですけど、初心者ぶっちゃけ無理じゃないですか。そうですね。なのでもう最初からある程度近づいといたらっていうのは僕の考えで、スイングしっかりできる、フットワークできるようになってからちょっとずつ下がってスタートしたらいいんじゃないかな。まずミスをしないっていうところでは前の方が圧倒的にミスしづらいなって感じてます僕は。でラケットですね。最初はここに当てちゃいましょう。台の後ろ？そうこの垂直の角度を作る。これが上向いたらのっけになります。回転かかんないですね。本当だ。これドライブできない人がやってる。上には上がるけど回転はかかんないです。で逆に下向いたらドライブできるんですけど落ちます。なんかトップ上手い人みたいにみんなやっぱかぶせてるっていうか、あれはやっぱ回転かける力が強いので落ちないんですよ。こうやっていってもかぶせて。まずは回転をかけて上に振ってループ気味にして回転をかける感覚を覚えていかなきゃいけない。もっと言えば初心者であってももし目の前に大会があったら打って入らないといけないので、そうですね。入る打ち方からスタートするっていうのは僕は結構大事なんじゃないかなって思ってる方なので、垂直の面を作りましょう。でこの時に手首下げないようにしてください。めっちゃ大事。これ手首下げると上に触れなくなるんで。なんか手首下げちゃいますよね。なんか下がっちゃう人も結構なんか下げてかけようとしちゃうなる人はいるんですけど、かけるために使おうって思っちゃう。そう使うんだったら理解できるんですけど、下がったまんまだとこうなります。上に振ってギュッて回転かけれなくなるんで、もうなんかややこしいこと考えるの無理、難しいって人はなんならちょっと上げるぐらいの、上げれば上に振れるんで、上にやっぱ振ることがやっぱね、そうすると回転かけれるんで、ここまでが初期設定かなと思います。ちょっと一瞬プレーだね。なるほど、今のなるほど、今の感じなんですね。回転かかってますね。確かに。初心者はこれできたら十分じゃないですか。なるほど。すごいわかりやすい。本当だ、上から。なるほど。すごいわかりやすい。本当だ、上から。
次なんですけど、次は今ここまでで、ね、立ち方とかいろいろできました。でそしたら最初はみんなバックスイングを引くときに腰回しちゃうんですよね。スイングを引くときに腰回しちゃうんですよね。そうですね。はい。腰でとりあえずこれはやめましょう。腰を回すと後ろにラケット引いちゃうんですよ。そうするとこうなります。使っちゃって、落ちました。落ちましたね。これなんでって言ったら後ろから前に振るから、パワーがあったり回転をかける感覚がないと。回転かける感覚あれば後ろから振ってもいいドライブできるんですけど、逆にいいドライブができないと落ちます。そう後ろに引いちゃうと、そういいドライブできないとめちゃくちゃ難しい、落ちます基本的に。こうなっちゃうんで、最初は腰回すのやめましょう。せっかくラケット立てたので、下に引きましょう。だからこれってラケットってこの面の方向にこう動かしても回転かからないんですよ。ラケットのエッジの方向に動かすと回転がかかる。下回転とかでも同じですよね。だってこの面で面の方向に動かしたら玉突きじゃないですか。絶対回転かかるんでね。タッチって基本的にエッジの方向に動かさないと回転かかんないので、こう立てたんだからエッジの方に引いてエッジの方に振ればとりあえずこうする動きはできるので、腰を回すのをやめてどっちかっていうと下に落とす。腰を回すんじゃなくて体ごと股関節でギュッと落とすような。股関節、ここですか？はい、ここをグッと落とすようなイメージで、もしくは体を傾ける。結構みんな傾いてますよね。そうですね。どれだけ棒だ、体正面しっかり向いてる人がいない。そういないですね。肩傾いてもいいんで、なるほど。落とすって落とす、こうやって落とす。でそこから下から上。それ大事ですね。上。さっきだって上から掴んじゃってたのが、それで下から掴めるようになってるんですね、棒に対して。さっきまで腰で回した時後ろでしたもんね。でこれちょっと出ますね。だから右から左とかもやりすぎちゃうとなんか腰回っちゃう原因になるのかなって僕は思ってるんで、どっちかっていうと右に乗るんですけど、右から上もしくは右から後ろでもいいかな。後ろにすれば前に振らなくなるんで、これもちょっと後でまた説明しますけど、そういうイメージでしっかり傾けて落として落として上、この意識でとちゃんとループになります。こういうとちゃんとループになります。こういう早くなくていいってことですね。そうです。ドライブしたい。もうこのかける感覚をしっかり掴んでもらうことがもう何より一番最初は大事で、これでも難しいなっていう方やっぱ中にはいるんですよ。そうですね。実際この動き結構むずいじゃないですか。初心者的には振れば振るほど角に当たったりとかあるあるですね。なので最初はもうラケットは引かずに体だけちょっと落とすイメージ軽く取ってもらって、そこからも上げちゃう。ボールが来るところに構えててそこから上げるみたいなイメージ。これ回転は強くかかんないですけど、ドライブの種みたいな感じで上がってくれます。ここからもう超初心者ドライブ上がってくれます。ここからもう超初心者ドライブ。でもイメージはいいっすね。そうぶっちゃけでもレディースの方とかこれで指導させてもらうことがほとんどです。みんな振っちゃうから。そうある程度ぐちゃぐちゃなっちゃう。ぶっちゃけだってこれでもコース狙ったらめっちゃ効くじゃないですか。そうですね。しかもちゃんと安定してれば。そういない方向にこうやって打っちゃえば結構効くんで、ここからスタートして慣れてきたらだんだんそれをもっと下にもっと下にもっと下にってこうラケットを下に引いて帳尻合わせていったら大きいスイングでかけれるようになってくるっていう順番かなと思ってます。ちょっと話前後しちゃってますけど、レディースの方とかこれで指導させてもらう方がで、あともう一個よくあるのが打つ時に前に乗っちゃう方、球を飛ばそうとしてるのかわかんないけど体重が多いですね。だから
要は打ち終わりがつま先立ちになるような方がすごく多いんですけど、これやっちゃうと当然回転かからない、だからプロの選手前に振ってるじゃんと思うかもしれないけど、彼らは強靭な足腰があるのでこんなつんのめったりしないし、かける感覚もあるので落ちない、でも僕たち凡人はそういうわけにはなかなかいかないので、確かに、はい、じゃあそしたらどうしたらいいかって言ったら、僕のイメージではちょっとかかとの方に、右に乗っけて最後かかとっていうような、ちょっとまあ反り返ったらダメなんですけど、方向としてはこのぐらいいくぐらいの気持ちぐらいでやると、まあそうですね。だって結構前にボール飛んでちゃいますよね。でもトップ選手がループドライブしてる動画見ると結構こうなってますから。まあ確かに。結構なってます。はい。なんで前に乗ってこうつんのめちゃう方はかかとの方を意識してもらうといいのかなと思います。で、まあ今のところでこう落ちないで安定してかける初心者向けのループドライブ、今のところできました。まあここまでできたらね、ちゃんとドライブもかかってたしできてますよねみたいな話で、でもそんなループだけじゃ嫌だよっていう方もいっぱいいるので、じゃあちょっと速くしていきましょう。速くしていくんですね、次は。こういうまあ低いドライブというか、そうですね。まあすごい強く振ってるわけではないんですけど、低いドライブ。速くしていくんですね、次は。こういうまあ低いドライブというか、こういうのにしていきたいと思う人の方が多いと思うんですね。じゃあそれどうしたらいいかっていうと、ラケットの面を崩しちゃいます。ちょっと傾ける。寝かせる？はい。寝かせるっていうか。そう。で寝かせたら、僕さっき面の方向に振ったら回転かかんないよっていう、このエッジの向いてる方向に振んないと回転かかんないよっていう話。回転かけないと落ちるんですよ。下回転なので。そうですね。はい。いきます。回転かけない。回転かける。もうひどいミスです。まあここまでひどいミスはなかなかないと思うんですけど、はい。まあでも要はかからないっていうのはこういうことなので。そうですね。じゃあこのちょっと傾けた状態でまたエッジからエッジに振ってあげる。でこの時に手でやるとうまくいかないので、初めて腰をちょっとだけ回してあげます。ちょっとだけ。このタイミングで。はい。腰回すとラケット勝手にちょっと後ろに引けるので、ちょっとだけ回してあげます。だから前に飛ばそうと思わなければ、この腰を回すっていうことはいらないわけですね、イメージとして。なるほど。ここで初めてそういうこのできてから腰でラケットの引く方向はこのエッジの方向で、飛ばそうって言ったからって大きく引くんじゃなくて、もう腰回した分ぐらいちょっと後ろに行くぐらいの、本当に手を引くっていうよりはそのぐらいのちっちゃい感覚でよくて、でここから引いて振ってくるんですけど、振ってきた時にキュッと瞬間的に回転をかけてあげる。まあここですかね、一番大事な瞬間的に回転をかける。瞬間的にかけるってこの瞬間的に大事です。なんでかっていうと、長く回転かけるとどうなるかやってみます。長くやりたくなりますね。はい、長くやりますよ。もういる。やってみます。長くやりたくなりますね。はい、長くやりますよ。もういる。そういる。そう前に振ってるから前に飛ぶじゃないですか。前に飛ばすのに球を持ちすぎると軌道が大きくなってオーバーするんですよ。だから回転はかけるんですけど、短い時間でかけないと落ちてくんないんですよ。確かに今のってことですよね。はい、今短い時間でかけました。確かに今のってことですよね。はい、今短い時間でかけました。もう一回長くかけますね。紛れ入ったけどミスりそうだな。持てば持つほど弧線がでかくなりすぎるんで、思ったよりかかってなかったですね。長く持ってる方。なんで瞬間的にキュッてかけてあげるとピュンってだから力入れるのも当たる瞬間にキュッてこう握るようなイメージで力は入れるけども、ダラーンと力入れると長く持って多いですね。一定速度で振っちゃう。なのでこのスイングの形が
まあ、鏡かなんか見て素振りしてうん形できたら、あとはこのインパクトの瞬間に、瞬間をギュッて掴んであげるような感覚で球をもう手放してあげる。掴んでもうすぐ手放してあげる、はい、でも持ちすぎるとオーバーするので、一瞬でかける、一瞬でかける、この感じですね、はい、でも持ちすぎるとオーバーするので、一瞬でかける、一瞬でかける、この感じですね、それだ、はい、全然違うわ、めっちゃかかってます全然何威力が違うし、安定度も上がってる、そうめっちゃかかってますね、スピードもあるしね、まあこの感覚、その持ち時間を一瞬でかけるっていう意識だけで大丈夫なんで、だらーんとやらないっていう、そこだけ覚えてもらったら、いやもうめちゃくちゃ実用的だし、なんなら自分たちが試合で使うぐらいの速さで出てる、スピードとね、スピードとしかも安定、出てるんで、3つ揃ってましたね。はい、まあループから覚えてもらって回転をかけるっていう感覚を覚えたら、次のステップとして振る方向を変える、で持ち時間を調整できる。これ意外とそんな瞬間でかけると難しくないんで、これ覚えてもらうといい球が打てるのかなと思います。ありがとうございます。現場からは以上です。現場からありがとうございます。現場でやってた。ありがとうございました。うわーとちゃんとループになります。こういうはい、でも持ちすぎるとオーバーするので、一瞬でかける、一瞬でかける、この感じですね。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。